皆さんご存知、東海道。古くから江戸と京都を結ぶ日本の大動脈です。この東海道に唯一、海路の区間があります。名古屋の宮宿こと熱田宿と三重県の桑名宿の区間です。この区間は七里、約27キロを渡し船で約4時間かけて移動していました。しかし当時の航海技術ではリスクが大きく、海が荒れた際は何日も足止めを食うことになりました。そこでこの海路区間を迂回する陸路が作られました。それが鞘街道です。一旦、熱田宿から北上し、西へ移動。そして鞘宿まで南下し、鞘の港から川船で桑名宿まで下るというルートです。今回はこの東海道の脇街道、鞘街道を走ってみます。おはようございます。私は今名古屋市熱田区の宮の渡し公園にいます。今でこそ周りは埋め立てられて、河口から3キロほど離れていますが、当時はここが海に面していました。父の私もここから出船していました。今では堀川をめぐるクルーズ船が発着しています。名古屋の汚い川の代表だった堀川もかなりマシになったようです。時の鐘です。江戸時代に時刻を告げるために建てられたものを昭和58年に復元したものです。今回の鞘街道は以前走った諸崎街道や常滑街道ほど細い道はありません。しかし、ここは名古屋。道路で気を抜いていたら命がいくつあっても足りません。今日もご安全に。まずは旧東海道を走り、熱田神宮を目指します。左に見えるのがひつまぶしで有名な蓬莱軒の本店です。右に見えるのが蓬莱軒の神宮店、そして正面の鳥居の先が熱田神宮です。今日は結婚式が行われていて駐車場が満車なので素通りします。熱田神宮は三種の神器の一つ、草薙の剣を天照大神の化身として祀っています。草薙の剣は正式名称は雨の村雲の剣といい、大和尊の命が出雲でヤマタノオロチを退治した際にその尻尾から見つけた剣です。ドラクエと同じシステムですね。その後剣は大和尊の命の最後の妃、宮津姫に託され大和尊の命の死後、熱田神宮に収められました。現在剣は熱田神宮の奥深くの箱に収められており、鍵の開け方は熱田神宮大宮司の極秘事項です。一般人はおろか、他の宮司もその姿を目にすることはできません。見たら死にます。道を間違えて左折すべきところを通り過ぎてしまいました。展開してきました。さて、時間稼ぎをしている間に金山総合駅前に着きました。JR、名鉄、地下鉄の乗り入れる名古屋駅に次ぐターミナル駅です。この左にある石柱は鞘街道の道しるべです。わざわざこの写真を撮るためだけにコインパーキング代220円を課金しました。堀川を渡ると名古屋市中川区です。この近くにウィンズ名古屋があるため週末には多くのキーが集まります。名古屋高速の下をくぐり、小東橋商店街を通ります。名古屋市は東側か西側かでかなり雰囲気が異なります。東側は繁華街の境や若者に人気の多す、閑静な住宅街など華やかな印象であるのに対し、西側はよく言えば下町情緒あふれる、悪く言えばダイメージが拭いきれません。
しかしそれは開発を逃れ、昔の名残があるとも言えます。中川運河を渡ります。かつては堀川と双極をなす名古屋の汚い川の代表でした。これらの川が汚い理由の一つが人工的に作られたものであるため水源がないからです。ただ現在は水上バスによるクルーズが行われる程度には水質は改善してきたようです。 JR 関西本線、近鉄名古屋線、青波線の高架をくぐり、ここから名古屋市中村区に入ります。名古屋駅も中村区にあります。また豊臣秀吉が生まれたと言われる場所でもあります。ここ中村区は太閤通り、秀吉清正記念館、豊国神社ととかく秀吉推しです。この辺りから鞘街道の最初の宿場町、岩塚宿です。しかしそれらしい町並みはすでに残っていません。なので近くの扁慶寺というお寺にある岩塚城跡の碑を取ってきました。この正面にある庄内川を渡るため当時は渡し船が使われていました。今は立派な橋があるため難なく渡れます。口の悪い名古屋人は庄内川を越えたら名古屋ではない的なことを言いがちですが、そんなことはありません。愛知県民にとって住所が名古屋市であることは一種のブランドなのです。くだらないですが、この堤防の下の小さな神社に万場の私の跡があります。鞘街道2番目の宿場町、万場宿です。岩塚宿と同じく渡し船を待つ旅人で当時はにぎわいました。名古屋高速の下をくぐります。ここから名古屋を脱出、海士郡大原町に入ります。海士郡はかつて最大8町4村が属していましたが、平成の大合併以降、ここ大原町を含む2町1村のみとなりました。大原町にも名古屋との合併の話はあったようですが、いろいろ問題があって元のままです。鞘街道の考察場跡です。写真を撮っていたら清掃活動をしていたご婦人に鈴木さんのファンと聞かれましたが違います。名二館の下をくぐります。また道を間違えたので展開しました。千音寺の一里塚跡です。一里塚とはいわゆるマイルストーンです。民家を撮影している不審者にしか見えません。福田川を渡ると海士に入ります。平成の大合併により七宝町、三輪町、地木寺町が統合され海士郡から独立して誕生しました。今いるのは七宝町です。七宝焼という工芸が盛んであったため地名となりました。七宝焼とは金属の素地に上薬を焼き付ける技法で、フェラーリやポルシェのエンブレムも七宝焼です。ここから対馬市に入ります。歴史のある市で古くからの交通の要衝であり、鞘街道と対馬街道が交わります。尾張対馬天皇祭りはユネスコの無形文化遺産です。発音のアクセントは対馬ではなくつしまです。鴨林の一里塚跡です。ここの一里塚はしっかり残っています。鞘街道3番目の宿場町、鴨森宿の跡です。
若干街並みは宿場町っぽさがあります。この辺りは名古屋方面から対馬神社への参拝道である対馬街道の下街道でもあります。対馬街道についてはこの次の動画で走る予定です。ここら辺では一番大きな川、日光川を渡ります。大阪の陣で徳川家康も通ったと言われる日光橋ですが、当然架け替えられています。左には道しるべ、そして正面には常夜灯と鳥居の跡があります。道しるべには左鞘道、右対馬道と記されています。ここが鞘街道と対馬街道の追い分けで、昔は多くの人が行き交っていたことがわかります。これまで西に向かって走ってきましたが、道しるべに書いてあった通り左折し、ここからは鞘に向かって南下していきます。ここから愛西市に入ります。その名の通り愛知県の西端の市で岐阜県と三重県に隣接しています。2005年に鞘町など2町2村が合併して誕生しました。ここ名鉄日比野駅付近から地図上の鞘街道は途絶えます。おそらく本来の鞘街道は黄色線のようなルートですが、線路が渡れないため赤色の線のように迂回します。名鉄対馬線の線路を渡ります。昔の道がなくなりやむを得ず迂回をする場合はなるべく古い道を選択しています。現在走っている迂回路上にある神社や寺も少なくとも100年前の地図には存在しています。鞘街道の市碑があります。古い表記で街道です。ただ後年に建てられたものです。この辺りから最後の宿場町、鞘宿です。ここが今回の旅のゴール、鞘宿のメインストリートです。ここに来て初めてしっかりと旧街道らしい面影があります。見学者用の駐車場があるので車を止めます。鞘街道は1634年に開設されました。鞘宿はそれ以前からあり、徳川家康、家光、松尾芭蕉、伊能忠敬、シーボルトといった名だたる歴史上の人物がここを通ったそうです。ここから次の桑名宿までは鞘川や木曽川を下る三里の渡しで結ばれていました。その後、鞘街道は明治初期まで利用されましたが、鞘川の土砂の堆積や交通量の増加に伴い、ここより南を通る陸路の新たな東海道が定められたことにより、その役目を終えました。鞘、三里の渡し跡です。昔の旅人の旅路はこの先もまだまだ続きます。
ご視聴ありがとうございました。